どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はこちらですね、シグマさんの F1.2 の単焦点シリーズ 50mm の F1.2、 こちらをねちょっとお借りしておりまして、これをねたっぷりと使い込んできました。皆さん 1.2 レンズ憧れないですか？この単焦点 F1.2 といえばもうめちゃくちゃ明るく背景もねすごくぼかして撮ることができて、カメラ好きであればね一度憧れたことがあるこの 1.2 というね単焦点レンズについてねお届けできればなと思っております。今回お借りしているのがこちらの 35mmF1.2 の、こちら2型のレンズですね。で、こっちが 50mmF1.2 のね、レンズとなっていて、実はね、シグマさん最近ね、85mm の F1.2 もね、開発発表しておりますが、これでですね、F1.2 というね、すべてのラインを揃えることがシグマさんできております。で、さらに、これね、E マウントレンズのものになるんですが、なんとね、こちらの L マウントの方もね、お借りすることが今できていて、両方ともあります。シグマのね、フルサイズというのは L マウントと E マウントで使うことができるので、ソニーのね、カメラであったりとか、ルミックスのね、L マウントを使うことができる。特にね、L マウントユーザーとかめちゃくちゃありがたいじゃないですか。純正で全然ないからね。今回ね、この F1.2 シリーズをですね、たくさん使い込んできました。もう結構ね、いろいろとお話ししたいこととか、たっぷりと作例もあるので、どういう風なものが撮れたのか、まずね、見てもらえたらと思います。どうぞ。ということで早速ね細かく見ていきたいと思うんですけれども、まず F1.2 というのがそもそもどれぐらいすごいのかというところをね見ていけたらなと思います。ちょっとこちらのね写真見てください。どうでしょうか？これですね、実際に F1.2 で撮影したね写真たちになっています。ボケ感結構やばくないですかね。もちろん解像度もすごいんですけれども、なんといってもこのボケの量ですよ。これがねやっぱり F1.2 の単焦点シリーズというね、単焦点の中でも F1.2 まで開放で明るくすることができるので、背景がねフルサイズカメラと合わせてこんなにもトロトロで大きなねボケ感を得られると、そういったレンズになっていますと。で、そもそもちょっとね初心者の方向けに F 値ってなんだっけっていうところをね振り返っておこうと思うんですけど、F 値というのはレンズの明るさと、あとはボケの量とかをね表すようなそんな数値になっています。こんな感じでね F 値というものが書いてあるんですけど、この F1.2 とかね数字が上がっていくとね、F16 まであるんですけど、この F 値のこの数字というのが小さければ小さいほど、光をねより多く取り込むことができるので、背景はボケやすかったり、あとはね明るく撮れます。逆にねF 値をだんだん上げていくとですね、光のね量を絞っていくことになって、背景はねあんまりボケないんだけどピントを全体的にね当てることができるので、それこそ風景とかをね撮りたいときは F8、F11 みたいな感じで絞っていくとね、よりね解像度のあるね写真を撮れたりすることができるような仕組みになっています。で、実際にねちょっと違いを見ていきたいと思います。F 値による違いということで、まずはねちょっとズームレンズと比較した場合どういう風な見え方が変わってくるかというところですね。じゃん、見てください。これ F1.2、F2.8、F4 のね、数値でそれぞれ比較をしています。F1.2 という数値がね、ズームレンズでよく使われる F2.8 と F4 と比べたらこれぐらい差がね出てくるんですね。ボケ感見ていくと全然違いますよね。ボケの量とかっていうのが明らかにね違ってくるのがわかるんじゃないかなと思います。今回ポートレート撮ってるんですけれども、背景がねボケてるだけじゃなくて桜自体の見え方っていうのもね全然違ってくるんじゃないかなと思います。必ずしもボケればいいというわけではないかなとは思うんですけれども、やっぱりねスマホと全然違った写真を撮りたいっていう方はこの F 値っていうのが低ければ低いほどよりね、印象的になるかもしれませんよね。で、次こちら。これはね、ちょっと俊介をね、モデルに撮ってみたんですけれども、こちらもちょっと比較をしてみるとですね、単純にボケ感っていうのもあるんですけど、通路のね、奥行きの違い、見え方っていうのがね、より違ってくるんじゃないかなと思います。左上のね、柱の部分とかにね、注目をしていくと、線のね、見え方とかが全然違ってくるっていうこともね、分かってくるんじゃないかなと思います。で、あとはね、こんな感じで物撮りとして、シグマ BF をね、撮ってみたんですけれども、これもね、比較をしてみると、F1.2 の写真ではね、後ろのレンズのメモリがね、もう見えないぐらいボケまくってるんですけど、F4 であればうっすらね、読めることができるようなぐらいのボケ感になってますよね。逆にね、数字として見えておきたい部分は F5.6 とかまで絞った方が、商品のね、良さっていうのが伝わることもあったりはするので、こういう風にね、いろいろと違いを使って使い分けていくといいんじゃないかなと思います。
っていう感じでね、ボケ感はもう全然違うのがね、分かってきたと思うんですけど、次ね、明るさが違うというところもね、ちょっと見てほしいなと思います。じゃん、こんな感じで。このね、3つの写真はシャッタースピードと ISO 感度全部固定でね、撮影をしています。F1.2、F2.8、F4 と比べてみると、明らかに F1.2 が光量が多いですよね。そして F2.8、F4 という順でやっぱり暗くなっていくと。なので、ズームレンズとかでよくね、使われているような、最小の F 値の F2.8 とか F4 っていうのが、いかにね、単焦点と比べたらちょっと暗くなってしまうのかっていうのもわかるかと思いますし、こういったね、暗い環境の中で光量を確保するという点では、やっぱりね、圧倒的に単焦点の方が有利であるというね、そんなことも分かってくるんじゃないかなと思います。で、この明るさっていうものをね、稼ぐことができると何がいいかっていうと、その分シャッタースピードを速くすることができたり、ISO のね、感度の数値を柔軟に決めることができたりします。例えばスポーツの撮影とかってね、シャッタースピードをめちゃくちゃ速くすることをね、求められたりもするみたいなんですけど、そういったところでやっぱ単焦点とかだとね、より明るく撮れるので有利に、ね、なったりするし、あとは単焦点レンズの方が ISO 感度もね、下げやすかったりはするので、こうノイズを抑えて、よりね、クリアな写真や動画を撮りやすいというようなね、そんな物理的なね、メリットっていうのもたくさんあるかなと思います。という感じで結構ね、この F1.2 というのがどんだけね、違ってくるかっていうのがね、分かったかと思うんですけど、ここからね、さらに気になる F1.2 と F1.4 ではね、どれだけ差が出てくるのか、ここですよね。単焦点って、F1.8、F1.4 っていうのがね、たくさんあるんですけど、F1.2 まで行く必要があるのか、F1.4 でも良くないっていうね、意見も絶対あると思うんですけど、ここどれだけ差があるのかちょっと見ていきたいと思います。まずは F1.2 と F1.4 のボケ感の違いですね。こんな感じ。じゃん、この2つのね、写真を見て、F1.2、F1.4 どちらかどっちかわかるでしょうか？答えてみてください。はい、こちらが F1.2 で、こっちがね、F1.4 でした。あんまりわからなくないですか？絞りを変えただけじゃね、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけれども、よく見ていくとね、玉ボケの大きさとかね、わずかに違ってはくるので、実際に違いっていうのはあるんですけど、初めて見る人とか、パッと見っていうのは、そこまで大きくはね、違いは出てきてないんじゃないかなと、個人的にはね、思っています。で、次、暗所性能ですね。こちら見てみてください。ドン。こっちはね、わずかに F1.2 の方がね、明るいので、パッと見でもわかるかなと思うんですけれども、めちゃくちゃ違いがあるかって言われたら、やっぱりこっちもね、そんなに大差はないんじゃないかなと思います。じゃあ、そんな中で、この F1.2 のレンズをね、使うメリットって一体何なのか。ここですよね。ボケ感も確かに増えるし、明るさもね、F1.4 と比べたら確かに増えると。でもね、皆さん、そもそも F1.2 のレンズっていうのは、光学設計から違うんですよ。ここが面白い。今回ね、この 50mm F1.2DGDN をね、元にちょっと見ていくんですけど、シグマさん実はね、F1.4 の DGDN、こちらもね、もちろん開発をね、されていますと。比較表で見るとこんな感じですね。ちょっと難しいかもしれないんですけど、そもそものね、レンズの構成っていうのが違ってきます。レンズ群だと12群17枚と多くて、非球面レンズというのも F1.2 だと4枚採用されています。絞り跳ね枚数も多かったりするし、ガラスのね、加工というのも力をね、入れられていると。そんなね、レンズの構成群っていうのが分かってきます。ただ重量としては F1.2 の方がやっぱりね、100g 弱ぐらいはね、多くなってしまうというメリットはあるんですけど、そもそもの光学設計っていうのが変わってくるということがまずね、あるんです。さっきね、皆さんにボンって紹介したのは、この 50mm F1.2 をただ単に F1.4 として絞ったものになるんですよ。それが同じ 50mm の F1.2 のレンズと 50mm の F1.4 のね、DGDN でそっちで設計されたレンズで比較をすると、またね、見え方が変わってくるんですね。ちょっと実際にね、比較を見てみましょう。こんな感じ。いかがでしょうか？これもね、パッと見だとそんなにわからないかもしれないんですけど、やっぱりね、よく見ていくと F1.2 はね、とろけるようなボケ感がね、出てきてるのがわかるんじゃないかなと思います。F1.4 もね、もちろん改造感というのはすごくね、素晴らしく、そんなにね、めちゃくちゃ大差があるというわけではないんですけど、やっぱり F1.2 ってね、周差が抑えられていたりとか、設計からね、しっかりとルックにね、こだわって作られてるっていうのもあって、こうやって並べてみると、やっぱりね、ちょっとどこか違いっていうのはね、感じられるんじゃないかなと思います。なのでまとめると、この F1.2 として作られたこのね、レンズっていうのは、周差とかのね、補正をね、もうねじ伏せるような、そんなね、設計になっているのが分かってきました。そもそも12群17枚というね、かなり多い構成だったり、非球面も4枚入ってたりするので、こういったね、大口径レンズってね、周差っていうのが出やすくなったりするんですけど、そういったところもしっかりと徹底的にね、抑えられてると。これによって F1.2 というね、開放で撮ったとしても、球面の周差、コマ周差、あるいはね、広周差っていうのをね、うまく抑えていくことができていると。そんなね、レンズになっている。要は開放でもね、改造させるためのね、そんな設計になっているといったのがこの F1.2 ですよ。逆に F1.4 の方に関しては、どっちかというと効率とかバランス
ス重視の設計だと思います。大前提めっちゃボケも綺麗し、階層感もあるんですけど、やっぱりね、レンズ構成的に11群14枚というね、ちょっと少なめのものでコンパクトにしていたりとか、比球面も3枚だったりとかね、十分綺麗なんですけれども、やっぱりね、軽量コンパクトとか、そもそものバランス感覚っていうのをね、重要視した設計であるということが、比較をしてみて、僕もね、分かってきたところになっています。で、あともう一個だけフォーカス設計の違いっていうのもあって、F1.2 のこっちはね、デュアル HLA というね、後ほど詳しく見ますが、シグマさんのオートフォーカス性能がよりね、高速な方をね、採用されていたりするし、あとはね、フローティングフォーカスっていうね、遠いものだけじゃなくて、近いものもね、しっかりとね、解像度を維持した状態で撮れるみたいなね、そういった技術もね、採用されていたりとかで、フォーカスの速さもそうだし、設計もね、ちょっと違ってくるというので、F1.2 と F1.4 のね、DGTN っていうのはちょっとね、違いが出てきます。はい、こんな感じで F1.4 と F1.2 だとね、このレンズそもそものね、ものが違えば結構ね、違いっていうのが出てくるっていうことは分かってきたかなと思うんですけれども、そもそもね、このレンズがどういったものか、ここがね、ちょっと説明がまだできていなかったかと思いますので、ちょっとここね、詳しく見ていけたらなと思います。今回このレンズ、アートラインになっています。もうね、このチャンネルたくさん紹介してきましたけど、シグマにはこの3つのレンズラインナップがあるとお話ししてきました。まずはアートレンズ。これが最高峰のね、光学性能、光学技術を集結させた、シグマのフラッグシップラインとなっています。で、続いてコンテンポラリー。これはね、高い光学性能はそのままにコンパクトさと軽量化、バランス型ですよね。こういったところをね、両立して作られたレンズたちになっています。で、もう一つがスポーツです。これもね、もちろん光学性能がね、素晴らしいっていうのはあるんですけど、何よりも動きの速いね、場面とか、そういったところに強力なね、そんなレンズのね、ラインナップになっております。で、まずはね、このシグマアート 50mm F1.2 DGTN から見ていきたいと思うんですけど、スペックはこんな感じになっています。F 値が F1.2 から F16 で、最短撮影距離が40センチになっています。だから結構意外と寄れちゃいます。センサーから40センチなんでね、全然寄れなくはないかなという印象です。で、フィルター系が 72mm 系のね、ものになっていますと。で、対応マウントがE と L マウントになっているので、どちらでもね、使うことができるようになっています。で、こちらですよ。35mm F1.2 の DGTN。こっちの 35mm の方は F1.2 の2型が今出てます。F1.2 の1型がもともとあったのが、このね、2型まで来ていますと。こっちのね、スペックはこんな感じになってて、こちらも F1.2 から F16 まで調整ができて、最短撮影が28センチです。だから寄れるのはこっちになりますね。結構近づいて撮影ができます。で、フィルター系は同じ 72mm となっていて、こちらも E マウント、L マウントの両方の展開となっております。で、重量についてなんですけれども、なんとね、この 50mm F1.2 がですね、オートフォーカスに対応した 35mm フルサイズカメラ、ミラーレスカメラ用のレンズで最軽量のものになっています。今ちょっと撮影現時点になるんですけれども、F1.2 といえばね、ソニーの G マスターレンズもあるんですけれども、ちょっとだけやっぱりね、こっちの方が軽くて、こっちが 778g で、こっちが 740g となりますので、だいたい40弱 g ぐらいしかね、変わらないんですけど、結構これはでかい。で、あとちょっと細いかなという印象がありますね。どちらもフィルター機は 72mm なんですが、こんな感じでね、ちょっと違いっていうのは出てきております。で、もはやね、この我らのルミックスに関してはね、F1.4 までしか S プロレンズが出てないと。F1.2 がそもそもない。で、F1.4 の S プロは 955g ですので、いかにこのシグマの 50mm F1.2 のレンズがすごいっていうのが伝わるんじゃないかなと思っております。で、ちなみにね、ルミックスは 35mm の F1.4 の純正レンズの単焦点も S プロラインにはないので、L マウントはマジでね、もうシグマさん、ありがとうございますっていうぐらいの幅広いラインナップだなと思いませんかね。で、続いてレンズの外観見ていきましょう。絞りリングとかね、ボタンめちゃくちゃいろいろとあるんですけど、まずオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えボタンで、AFL ですね、フォーカスホールドボタン、カスタムボタンにもできます。で、ここに絞りリングのね、ロックスイッチがあるので、これがね、あると滑らかなね、絞りリングになって、これがオンになると、はい、クリクリ、カリカリっとしたね、はい、絞りリングにすることができますと。で、このボディは防塵防滴仕様のボディで、防水というわけではないんですが、多少のね、雨とか、そういったところは気にせずね、使えそうなところになっています。なんといってもこのね、ビルドクオリティの高さで、アートシリーズはね、ボディの素材にもこだわっていてね、金属パーツが使われているので、堅牢性も高くて、高級感のね、ある仕様になってるんじゃないかなと思います。信頼してね、使えるという道具としての価値も、重視して作られていると。見た目がすごくかっこよくて僕はお気に入りですよ。実際にちょっと α1-2 とつけてみましょう。はい。こんな感じですね。はい。すごくサイズ感もいいですね。でかすぎず、前もね、重すぎずというところで、結構手にはね、馴染むような、大きさなんじゃないかなと思います。L マウントにもつけましょうか。
はい、こんな感じですかね。はい、どうでしょうか。F1.2 にしてはやっぱちっちゃくないですかね。F1.4 でもこれぐらいのサイズのものはやっぱいっぱいあると思うので、F1.2 でね、このサイズ感で運用できるっていうのは結構やっぱ僕的にはね、かなり熱いところかなと思っております。で、ここからはこのね、レンズの性能についてよりね、ちょっと構成とか細かく見ていきたいと思います。まず今回13枚の絞り羽が採用されているということです。これによって開放からね、撮影をしていても、玉ボケがね、よりこう綺麗なね、円形になるようにね、維持されるために、13枚というね、かなり多い絞り羽をね、採用されています。一般的には絞り羽が7枚ぐらいでエントリーと言われてたり、9枚とかで中から上位ぐらい。で、11枚になってくると、結構高級レンズ、描写にもしっかりとこだわられたレンズだ。僕的にもイメージがあるんですけど、今回のこの 1.2 の 50mm は13枚なんですよ。結構多いですよね。ちなみに 35mm の F1.2 の方は11枚になっているので、この 50mm は13枚と一番多いね、絞り羽になっています。これによってね、すごくためぼきもね、やっぱりめちゃくちゃ綺麗ですし、特にね、こう夜景とかイルミネーションとかね、木漏れ日とかね、そんなね、環境下ではよりね、美しく撮れるような形になっています。で、あとこの絞り羽がね、増えると、光芒のね、出方が変わってきたりします。ちょっとこの写真を見てみてください。これ7枚と11枚と13枚のね、場合で比べた写真になるんですけど、多ければ大きいほど、この光芒、うにうにしたね、太陽光のね、見え方っていうのが、よりね、線が増えていくんですよ。で、拡大してみるとよくわかるんですが、実はフレアとゴーストの出方も結構変わってて、この7枚の絞り羽のレンズは 40mmF2.5 のね、ソニーの G レンズになるんですが、シグマのレンズと比べたら全然フレアとゴーストの出方が変わってきますよね。なのでね、このシグマのレンズっていうのは逆光体制時においても、フレアとかゴーストをね、抑えた状態でね、撮影ができると。そういう光学設計のね、やっぱり凄さっていうのもここからね、見ることがね、できるんじゃないかなと思います。で、あとはね、オートフォーカス AF のモーターですね、シグマのね、今回このレンズも新世代のリニアオートフォーカスモーター HLA ですね、ハイリスポンスリニアアクチュエーターというものなんですけど、これはね、従来の AF モーターと違って、電磁力でね、レンズ群を直線的にダイレクトにね、駆動するという方式なんですよ。ギアを返さないというか、回転運動をね、直線的に変換しないというね、ちょっと僕も、難しいって感じではあるんですけど、つまりはロスが少なくてレスポンスがね、非常に速いというような特徴があるんですよ。この HLA システムがなんと2機入ってるといったところで、よりね、高速に、開放の F1.2 というね、すごく浅い社会深度でもピントをね、素早く合わせることができるような、そんなね、システムになっています。これが 50mm の F1.2 と、あとこちらの 35mm の F1.2 の DGT の2型。これに両方ともデュアル HLA が採用されているといった仕組みになっています。正直ね、オートフォーカスめちゃくちゃ速いし、写真も動画もね、全然余裕で撮ることができました。全然ストレスには感じなかったですね。オートフォーカスのシステムっていうところまでしっかりとね、こだわって設計されているので、ただのサードパーティー製とかの安いようなレンズとはまたもう全然違うような、そんなね、しっかりとした完成度かなと思っております。で、あとはね、気になる価格のところなんですけど、ちょっとね、近いレンズと合わせるとこんな感じになっています。G マスターのね、50mmF1.2 と比べると、10万円程度安くなりますし、ルミックスのね、S プロの F1.4 とかであれば20万円程度になるので、ほぼ大差ないというか F1.2 だと比べたとしても、比較的手に取りやすいんじゃないかなとは感じております。安くはないものだけどね。で、正直ね、このソニーの 50mmF1.2 と比べると、実売価格でね、約8万円程度差が出てくるわけですよね。この価格差ってなってくると、正直ね、このシグマの 2870mmF2.8 とか、これが1本買えちゃうんですよね。ってなったら、この純正1本我慢して、この2つ揃えたりしてもありと感じてきません？やっぱね、10万円弱ぐらいの価格差って結構大きい気はするので、ここはね、ちょっといろんな意見があると思うんですけど、参考にね、してもらえたらなと思っております。っていう感じでかなりね、このレンズについて詳しく分かってきたかと思います。で、価格のところも含めていいなと思ってくださる方も多いかと思うんですけど、実際の使用感っていうのはね、ちょっとここからしっかり話していきたいのと、あと注意点もね、いくつかあって、純正ならではの良さとかもやっぱありはするので、ちょっと包括的にね、いろいろと僕の使用感をね、お話しできればなと思っております。まずはね、画質のところ行きましょうか。まず画質はね、マジでね、最高です。グッジョブ。もう本当に圧倒的なね、高画質ね。どの絞りで撮ってもね、もう全然満足できましたね。これすごいのがね、開放で撮ってても周辺部までね、ビルのね、線部とかまでね、しっかりと改造してくれています。すごいキレのあるね、描写が出てるんじゃないかなと思います。今回ね、この有効画素で言うと5010万画素ぐらいのね、この α 版2と組み合わせて結構ね、作で撮っていたんですけれども、高画素機であればそのね、高画素を活かすこともできるし、そんなに高画素じゃなくても、そのね、シャープネスっていうものをね、レンズが出してくれるので、バッキバキというかね、やっぱシグマの描写っていうのはね、キレのある感じかなっていうのが撮影していて思ったところになります。
であとね、やっぱりポートレートとの相性が良すぎますね。これね、50mm 行くならやっぱポートレートをぜひ撮ってほしい。やっぱ人を撮る時の楽しさがね、これ段違いにあるレンズで、もうボケまくる。もう僕はほとんど今回 F1.2 で撮っちゃいました。やっぱ楽しいんですよ。ここ、楽しい F1.2。もう本当に背景ボケるし、それこそ観光地とかでね、人が多いところだとしても、後ろがボケてくれるから、人の映り込みとかもあんま気にならないし、何よりね、もう一気に被写体っていうのが分かりやすかったり、際立たすことがね、できたりするので、それこそ場所を選ばなくてもね、綺麗な写真が撮れるっていうね、そんなメリットがね、あるんじゃないかなと思います。今回 F1.2 でたくさん撮っていますけれども、やっぱり改造感が良くて、髪の毛のね、ディティールであったりとか、モデルさんだけじゃなくて、チューリップとか桜を撮ってみたとしても、そこのね、改造感もね、結構文句ないぐらいにね、綺麗に撮れてるのが伝わるんじゃないかなと思っております。で、ちなみにね、今回見ていただいている作例はね、全て僕がね、作っているソニーのクリエイターズバンドルをね、使って編集を行っています。これはね、ソニーカメラ専用設計した写真のプリセットと、そしてソニーカメラ専用設計したラットのね、パックになっていて、これらを両方組み合わせたソニーのクリエイターズバンドルというのがあるんですね。これをね、使っていただければみんなね、こんな感じの色をね、たくさん簡単にね、楽しむことができるはずです。写真のプリセットに関しては6種類のね、カラーを含めておりまして、特にね、こういった人物撮影をする際にスキン補正をね、自動的にしてくれるようなね、プリセットも含めているので、すごくね、編集が楽になるんじゃないかなと思います。で、しかもソニーのね、クリエイティブルックを自動選択をして、それを元に専用のね、カラーを作っていますので、やっぱりね、ソニーカメラ専用設計であるし、元のね、ソニーカメラの色を残しながらっていうところをね、重要視してね、作ったものになってますので、ソニーユーザーの方、ぜひね、こちら使ってみてください。で、映像もね、たくさん見ていただいてたと思うんですけど、これもね、ラットを当てて、もちろんね、微調整は必要にはなるので、環境によって調整は、ね、していただきたいんですけど、メインはね、このラットを使って、グレーディングをしたものになっています。すごくね、色も綺麗だと思いますし、S-Log3 でね、撮っておけば、しっかりとね、こういった色がね、起こすこともできて、なおかつね、被写体の色とか、背景の色とか、そういったものを、こちらもね、6種類のカラーで楽しむことができますので、写真も動画もね、ちょっとより本格的に頑張ってみたよっていう方はね、ぜひこちらもね、チェックしていただければなと思っております。で、今回ね、このポートレートだけじゃなくて結構スナップでもね、撮影をね、してみました。やっぱね、スナップも楽しく撮影ができますよ。普段のね、お出かけとかも、この F1.2 のね、レンズを使うことができたら、何気ない瞬間も作品みたいにね、記録することができるんですよ。僕ね、結構やっぱ仕事から YouTube がね、メインだとズームレンズを使いがちにはなっちゃうんですけど、やっぱり久しぶりにね、単焦点を使うとめちゃくちゃ楽しいし、ズームレンズだとやっぱできない表現っていうのがね、幅広くできるっていうのがあるので、その分ね、画角はもちろん固定されるんだけど、でも今のね、高画素機って結構トリミング体制もあったりするので、全然ね、これだけでも十分にね、使えるような印象があります。で、スナップだとね、50mm だとちょっと近すぎるなっていう方もね、35mm を使ってあげれば、より広めにいろんなね、景色であったりとか、テーブルほどももちろんですし、あらゆるね、撮影ができるかなと思うので、僕的にはね、35もめちゃくちゃお勧めしたいんですけど、いろんなね、バリエーションで撮影することができました。で、あとね、パープルフリンジもね、あんまり出ない印象ですね。全く出ないわけではないんですけど、明るい場所のね、細かい枝とか線とかでね、F1.2 の開放で撮っていった時に、全然気にならないというか、このぐらい許容範囲というか、全然少ないですよね。なので、ここもね、結構驚いたなという印象で、シーンによってもほとんど出てないというね、本当にね、光学性能の良さっていうのがね、感じることができる、そんなね、レンズになってるんじゃないかなと思います。で、あと重量に関してなんですけど、クラス最軽量とはいえ、F1.4 シリーズと比べると、ちょい重たくは感じはします。めっちゃ軽いわけではやっぱないかな。これめっちゃ正直に言っておくと、特にね、35mm に関してはですね、こちら F1.4 の方であれば、さらに 200g 以上ね、軽いんですよ。なので、やっぱり結構ね、200g ってでかいので、バッテリー何個かとかのレベルになってきますよね。なので、よりコンパクトに気軽に行きたいっていう方は、F1.4 っていうのもやっぱ選択肢にはなってくるかなと思います。1.2 の2型、これね、見た目はね、ちっちゃいんですけど、意外とやっぱずっしりはしてる感じはするので、買う前にね、ちょっと店舗かどこかでね、一回見た方がいいかなと思います。めっちゃ重いわけでは全然ないんですよ。で、ボディもね、フロントヘビーになるとかでもないんですが、ちょっとね、知っておいた方がいい重量感ではあるかなと思います。で、あとね、ちょっと気になったところは、ピントリングの大きさですね。ここにフォーカスのね、ピントリングがあるんですけど、これね、いい面で言うとピント送りとかね、マニュアルフォーカスでするときに、これがやりやすいんでいいんですけど、逆にね、大きすぎるがゆえに、レンズの交換時とかにね、ピントリングがちょっと回っちゃうんじゃないかな、みたいな、ちょっと意図せず回ってしまうことが増えるようなデカさだなっていうふうにも感じて、結構注意は必要なんじゃないかなとか思いますね。で、あとね、フォーカスホールドボタン、ここに AFL があるんですけど、この位置が若干押しにくいかなとは感じます。これが正面になるんですけど、ここに来てほしかったんですよね。この AF マニュアルフォーカスの切り替えのスイッチに来てくれたら、親指でしっかりとね、押しやすかったんですけど、ちょっと下にあるんですよ。こんな感じになる。
なのでね、ここにカスタムを割り当てるにしても、ちょっとなんか触りづらいかなと。もうちょい上に来ていって、真横に来てほしかったなっていうイメージかな。ソニーのね、50mmF1.2 になったら、この上部にもあるので、これはすごく分かりやすくて押しやすいですよね。で、あと、ここの90度ぐらいのね、真横にもあるので、これすごい押しやすいんですよ。2個あるのもいいし、唯一作りで押しいのがここかなって感じかな。上にももう1個あってもよかったかなとは思うので、この AFL ボタンよく使う方はちょっとね、注意が必要になるかもしれません。で、あとはね、動画撮影時において濃い ND が絶対に必要です。やっぱりね、F1.2 まで下げるとね、日中は ND フィルターがね、ND32 とかじゃ全然足りないので、ND64 みたいな、さらにね、濃くした ND っていうのがね、やっぱり必要になってくるかなと思います。なんなら写真撮影においても、シャッタースピード8000分の1とかでもね、白飛びする場合がね、ちょっとあったりはするので、炎天下な時とかね、ここは注意は必要かな。僕はね、西の Swift の FSD とかをね、使って撮影をしておりました。で、あとね、これはね、もうそもそも仕方ないんですけど、ソニーカメラの場合は連写性能にちょっと制限が出てしまいます。最大15コマまでになってしまいます。純正以外を使うとね。なので、シグマさんが悪いとかではないんですけども、ソニーカメラの仕様なんで、例えば 7.5 とか α1.2 って秒間30コマのね、連写ができるんですけど、シグマのね、レンズを使うと最大15コマまでになるので、よりね、高速連写をしたいという方には、ちょっとね、やっぱ大きな気をつけるべきところになるので、ここもね、知っといてほしいなと思います。ということで、いかがだったでしょうか。これがね、僕の使用感になるんですけど、最後にね、この 50mm か 35mm か、どっちの方が使いやすいのかみたいなところ、ここね、僕、ちゃんと使ってみなあかんなと思って、両方ね、お借りしてたんですけど、これやっぱむずいね。僕の中での結論だけ話しますね。あくまで個人の意見だし、F1.2 という条件で考えるならなんですけど、僕は動画なら 35mm、写真なら 50mm がやっぱね、いいかなと思いました。映像をね、撮るときってやっぱある程度クロップが入ってきますよね、ソニーのカメラ。アクティブテーブル補正とかブリージング補正とかっていうのが入ってくると、この 50mm だとね、画角が狭くなっていくし、あとはソニーの 7.5 とかも 4K120p で撮ろうとすると、クロップがより増えてしまうっていうのもあったりするので、やっぱりね、あらかじめ少ない 35mm がいいと思います。で、逆に写真だとね、僕はポートレートをよくね、撮ることが多いので、やっぱりポートレートとして印象的なね、写真が簡単に撮りやすかったなっていうのが 50mm かな。35でもね、全然こう、技術次第でね、写真のうまさでね、なんぼでも撮れると思うんですけど、僕はね、そんな大して写真家とかではないので、よりね、ポートレートとして印象的にしたいっていう意味では、50mm の方がね、楽しかったっていうのもありますね。で、どっちも撮りたいよっていうわがままな方におすすめなのはやっぱ35。最近のカメラはね、もうほんと画素数も多いし、F1.2 があればね、そもそもちょっとクロップしてもボケ感は多かったりはするので、ちょっとこの2つでね、迷われるという方は、こういったところもね、参考にしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、F1.2 の 50mm と 35mm のね、レンズをご紹介させていただきました。もう性能もね、ものすごいし、光学性能もね、ちょっともう言うことがあんまりないぐらいね、完成度が高いので、ちょっと値段はね、やっぱ安くはない、普通にね、高価なものにはなるので、気軽にお勧めはしにくいんですけど、もしこれをね、購入したりとか、手に入れた時に、後悔っていうのはね、なかなかないんじゃないか。すごくね、いい選択肢になることは間違いないっていうのが、ちょっとね、僕としても深くね、感じて学べたことになっています。シグマというメーカーはね、日本のメーカーでね、福島県の会津でね、製品が作られている正真正銘のメイドインジャパンになっています。何回でも言いたいんですけど、僕はね、シグマというメーカーをね、ただのサードパーティーの製品だとは、一切思っていません。そもそもね、このシグマ BF というね、カメラがあるように、シグマはね、自社開発でカメラもレンズもね、製造設計をね、しております。使う人のね、期待値を超えていくような、そしてメイドインジャパンというね、誇らしいね、メーカー。どうですか皆さん、熱い会社だと思いませんかね。あくまでね、この動画もプロモーションではあるんですけど、率直にね、本当に間違いなくね、このシグマの 50mmF1.2 と 35mm の F1.2 というのは所有欲も、そして満足度もね、満たしてくれる、そんなね、レンズになるかなと思っておりますので、ぜひね、概要欄のリンクから詳細をね、チェックしてもらえたらなと思っております。そしてシグマのね、レンズ、ボディレビューはね、こんな感じでたくさんね、出していますので、ぜひ合わせてこちらもご覧ください。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。